織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった歴史上の英雄、そして多くの貴族たちがこぞって読んだ物語があります。日本文学の象徴、源氏物語。世界最古の長編小説でもあるこの作品は20カ国以上の言語に翻訳され、今も世界中で高く評価されています。源氏物語は時代も超えて愛される日本の宝。読み物としてだけでなく、絵巻や屏風などにも描かれたのです。しかし明治以降、多くの貴重な絵巻が海外に流出してしまいます。その中でも謎に満ちた長大な絵巻の一部が国内外のコレクターや研究者の協力により日本への里帰りを果たしました。人はなぜ源氏物語に惹かれるのでしょうか。日本の文学とメディアの歴史に何をもたらしたのでしょうか。源氏物語が生まれたのは平安時代、西暦1008年の文献にその名があります。作者の紫式部は宿命の恋、宮廷貴族としての栄華、そして人生の陰りといった光源氏の生涯を54章の長大な物語として綴りました。第1部は光源氏の誕生と栄光、第2部は苦悩と老い、そして第3部は息子たちのドラマです。源氏物語は絵空事として見下されていた物語文学の地位を大いに高めるきっかけとなりました。紫式部とは一体どんな人物だったのでしょうか。一言で言うとシャイな才女ですかね。ですから、当時の女性としては、珍しく大変学問に熱中した女性ですしから、特に漢文学にも詳しいというそれはもうなかなか女性の知識の教養のあり方としては珍しい形なんですね。でそして源氏物語を書いて大変世間でも評判のを取るんですけれども、その時に一条天皇が式部のことを、この人は日本書紀もよく読んでいるすごい才女だっていうことをおっしゃったというのを聞いて、で皆さんが日本儀の局っていうふうに揶揄するような気持ちで呼ぶんですけれども、式部自身はそれを大変恥ずかしいと思う。ですからどんなに高い評判を得ても、あるいは彼女の才能とか才知が褒められても、むしろそれを恥ずかしいというんでしょうかね。ちょっと内にこもっていくような、そういう女性のようですから、シャイな才女ですね。幼少期から漢文を読みこなす才女であった紫式部は、藤原氏の中でも指折りの名家ホッケの流れに生まれました。しかし当時、一家は他の勢力に押され、政治の中枢から完全に外れていました。紫式部は父方の又いとこで親子ほどに年の離れた藤原信孝と結婚。娘も生まれ、ささやかな幸せを手にしたのもつかの間、夫は病で急死。悲しみに打ちひしがれた紫式部を救ったのはフィクションの世界、物語文学でした。やがて読むだけでは飽き足らず、自由な想像力で自らも創作を始めます。それが源氏物語です。その物語は宮廷の貴族たちの間で話題となりました。評判を聞きつけた当時の最高権力者藤原道長は紫式部を自分の長女、一条天皇の中宮、彰子の女房として雇い入れました。以来、紫式部が巨大な空間で大勢が共同生活を送る宮中の様子や貴族たちの複雑な人間関係を間近で見聞きし、
長大な物語のヒントにしていったのです。平安時代の貴族社会とはどんな世界だったのでしょうか。平安時代の貴族社会といいましても、ちょうどその式部が生きた時代というのは平安中期になるわけですけれども、道長藤原道長の時代ですから、摂政関白というその一握りの大貴族にその権力も富も集中していく。そうすると本来その名家のその流れを組む貴族たちも中流とか下流になって、せいぜいうまくいっても国士になるというような、ことですから、なかなかその自らの才能を生かしてその政治で活躍するというようなことも難しい時代ですね。で一方で学問というのはとても尊重されている。ですから文化的には非常にさまざまな学問に対する敬意が高かった時代なんですね。ただその学問で身を立てる、学問を極めたからといってそれが立身出世につながるわけでもないという。ですから当時男性社会ですけれども、男性貴族にとってもちょっと閉鎖的というか鬱屈した時代でもあったことは確かだと思う。でそしてしかも全てが慣例にのっとっていくというその有職故実を大切にする時代ですので、非常に儀礼を政治、儀礼の生活、貴族生活そのものが儀礼に満ちていた、そういう生活ですね。主人公光源氏は天皇の子でありながら母親の身分が低いがゆえに源姓を賜り皇族を降ります。やりきれない心をぶつけたのが数々の女性たちとの過激な恋。母の面影を求め愛した人は父帝の后でした。一方物語に登場する女性たちも上流階級から中流下流の家柄まで皆がさまざまな葛藤を抱えています。源氏物語は本当にたくさんの女性たちが登場するんですね。でそれぞれいろいろな物思いを抱えて、で光源氏との愛を信じながらもさまざまな悲しみや苦しみとか抱えてるはずなんですけれども、でも「源氏物語」の中では例えば夕顔のようにですね、お互いに自分の身分を明かさないで恋に落ちて、そしてそのまま子供を残して亡くなってしまうとか、あるいは女三宮とか浮舟のように二人の男性に愛されて翻弄されて、そしてその愛に流された結果出家してしまうような、そういうさまざまな女性が出てくるところが魅力でもある。でも面白いのはそのようないわば愚かな女のような代表であるような女三宮とか浮舟という二人はむしろ早く出家して心の平安を取り入れ、手にしているんですね。そういったちょっと皮肉なというかそれが多分紫式部が考えている宿世宿命とか物語のバックボーンにある宿命だったり、あるいは物の哀れというのは全てが外から見えているようには動いていかない複雑な女性たちの物思いなんだと思うんですね。本当にさまざまな人物が出てきて、で脇役の女性たちも生き生きと語られているところも魅力だと思います。この世という現実の中で逃げられない自分の地位と身の上に葛藤し、誰もが心の拠り所を求めていた時代。源氏物語は平安時代の縮図だったのかもしれません。そんな源氏物語の世界をビジュアル化したのが源氏物語絵巻です。現存する最古の源氏物語絵巻は鳥獣戯画、市議山縁起絵巻、磐梯納言絵巻とともに
日本四大絵巻に数えられています。いずれも平安時代末期を中心に制作された国宝です。その後、源氏物語を題材にした絵巻はいくつも制作されました。全54巻の長大な物語の中から有名な場面だけを抜き出し、美しいビジュアルとともにダイジェストとして手軽に楽しめる絵巻は贅を尽くした美術品としても羨望を集めました。そこに描かれたのは王朝文化の絶頂期を謳歌する憧れの貴族社会。しかし相次ぐ騒乱によって公家の権力基盤が弱まると、代わりに台頭してきた上流武士階級の貴族化が進みます。源氏物語は公家にとって慈しむべき過去の栄光に、武士にとっては理想郷的世界の象徴に、こうして一握りの上流階級の者たちが競うように求める文化のバイブルとなりました。あの織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった戦国武将たちも源氏物語を読んでいたと考えられています。一方、江戸時代にはエポックメイキングとも言うべき絵巻が誕生しました。森安本源氏物語絵巻です。最大の特徴は紫式部が記した54章という長大な源氏物語をすべて絵巻化したのではないかと言われていること。それが事実なら歴史上類を見ない大規模な絵巻制作であったと想定されます。物語をダイジェストせず、言葉書きに沿って出来事を描き出す1メートルを超える画面、男女の密会や登場人物の死など、それまで避けられてきた場面も描きました。仮に全編が存在すれば絵巻の関数は膨大なものになります。しかしそのほとんどが今もなお行方不明。そのことから幻の源氏物語絵巻と呼ばれています。2つ大きな特色があるんですね。で、一つはこれが源氏絵巻というのは通常は物語のそのいい場面だけをピックアップして絵巻を通して物語の全貌を知ろうというのではなくて、物語の中のいいところだけを集めて、それを美しい絵とともに楽しむというのが、この時期の源氏物語絵巻のあり方だと思うんですけれども、そうではなくて膨大な源氏物語、大変長い長編の源氏物語を全て絵巻にする。で、2つ目はそれまでの源氏物語の絵画家の図様の、基づかない新しい図様、つまり本文に源氏物語のテキストそのものを丹念に絵画化している。ですからもう本当にその映画を作っていくような形で描いているんですね。そうすると過去の源氏物語の絵画家の中ではあえてその描かないできた例えば藤壺と源氏の恋は暗示されるけれども2人が合ってるところなんか描かないとか、あるいはヒロインが夕顔がなくなるとか葵の上がなくなるとか、そのような死の場面というのはそれも描かないですね。だからその前で終わる。でその後大変な源氏物語のテキストを読むとその死の情景が描かれてもう悲しみくれていくようなところが物語では言葉のでは世界ではつながるはずなんですけれども、絵はその直前を描くというように今までのそれまでの源氏物語の絵画家の中で直接的に描こうとしてこなかった場面も描いていくっていう、これはそれまでにない新しい場面の創造なんですね。そんな森安本と同じ頃に成立したのが三代将軍徳川家光の命で作られた東照社縁起絵巻です。そこには初代徳川家康の生涯と死後に神として東照宮に祀られるまでの依頼が壮大な偉人伝として描かれています。絵は狩野探幽、言葉書きは後水尾天皇をはじめとする公家たちが筆を取っています。
徳川幕府の政治的権威の象徴とするために、将軍が中心となって制作した絢爛豪華な東照社縁起絵巻、それをはるかに超えるボリュームで描かれた森安本源氏物語絵巻は、一体誰が何のために作ったのでしょうか。桐壺の巻の奥書きに、その杉原清庵という人が、こういう源氏物語の全てを今比化する、そういう構想を長年持っていたけれども、今度それが叶うことになった。で出来上がったものは宮中に奉りたいというような意味の文章を書いてるんですね。でこれも通常のこのような豪華な絵巻の奥書きとしては珍しいんですね。非常に個人的な思いがそのまま語られて、でその杉原清庵という人自身は古典籍の収集家であって、でたくさんの写本を集めて整理して、でその最も良い全本はこれであるということを知らせたり、あるいは出版プロデュースをしたりする人ですね。でもあくまでも市井の文化人なんですね。ですから貴族でもなければ、あるいは上級武士でもない、あるいは大きな寺院のお坊さんでもないという、本当に文化人としか言いようのない、ちょっとどう言っていいかわからないんですけど、市井の文化人。数百巻に上る絢爛豪華な絵巻セットの仕掛け人、杉原森安。彼は古書を集める文化人でした。江戸時代初期はまさにメディアの転換期。木版による印刷が始まります。高価な絵巻や写本、限られた人しか手に取ることができなかった源氏物語も、絵入りの版本として大量に生産・流通できるようになりました。出版メディアの発展によって急速に大衆化する源氏物語。一方、森安はそのような時流に逆らい、源氏物語が正当な文化的権威であることを社会に印象づけるため、長大で絢爛豪華な源氏物語絵巻をプロデュースしたのです。ちょうどこの作品が制作される時期というのは17世紀後半というのは、実はその絵巻の世界も大きな革新がある時期なんですね。で東照宮縁起とか、あるいは上世本の研ぎ年絵巻とか、本当にキラキラした豪華な、そして絵巻の画面が非常に長いんですけれども、そういう作品がお宝性というんでしょうか、絵巻の持っているお宝性というものが発揮された作品がたくさん作られていく、そのような動きの中で、杉原清庵という人はやはり古典の最高の最も要にあるその源氏物語こそ、このような立派な、今世間でたくさんいろいろな絵巻が作られている、そういうものにその力を結集した、今までにない抜きんでた源氏物語の絵画化をしたいんだという、そういう思いだと思うんですね。でもうここから先は妄想なんですけれども、もしかしたらこの杉原清庵さんという人はその古典籍を集めて、そしてそれを人々に知らせる、そのようなその文化人としての使命の中で、自分のその生涯の総決算のようなものとしてこの作品の制作というものを動かしていったのではないかというようなふうに私は思ってます。将軍が主導し、幕府の威厳をかけて制作された東照社縁起絵巻。片や日本の正当な文化の規範が何であるかを改めて問うために、一介の文化人がプロデュースした森安本源氏物語絵巻。異なる身分と目的でありながら、どちらも長大で絢爛豪華な絵巻が完成。誰もが文化レベルを主張し競える時代が到来したのです。江戸時代に成立した2つの絵巻は質・量ともに絵巻表現の頂点と呼べるものでした。しかしその頃を境に、後の文学メディアは冊子体が主流になります。
絵巻本の場合、読みたいページまで巻物を広げなければなりません。一方、冊子体はページをめくって読みたい場所へすぐ移動できます。また、表紙をつけることで題名や内容が一目でわかるようになり、本を読む行為そのものがより簡単に楽しめるようになったのです。やがて源氏物語などの古典文学の注釈書も数多く出版されました。江戸時代後期、柳亭種彦が源氏物語の注釈本をヒントに偽紫田舎源氏を発表するなど、古典を下敷きにした新たな作品も次々と登場しています。印刷技術の発達により出版コストも急速に低下しました。こうしてより安く早く本を大量生産することが可能になり、多くの人々が同じテキストを読む現代の読書環境が生まれました。近世の日本では外国から伝わった活版印刷よりも木の板に文字や絵を彫って木版を作り刷るという木版印刷が主流になりました。木版印刷の特徴は自由さにあります。文字の大きさや位置だけではなく、絵も自由にデザインできるため、絵と文字の組み合わせなど日本独自の表現を可能にしたのです。こうした木版技術の発展がなければ、今や世界中を魅了する浮世絵も生まれてこなかったことでしょう。絵巻本から冊子体へ、手書きから木版印刷の大量生産へ、そんな時代の変化の中で絵巻を手掛けてきた絵師たちは、自らの地位を守り優れた技術を発信するために技巧を凝らした手書きの絵巻制作に取り組みます。森安本源氏物語絵巻もその一つです。しかし結果として手書きの絵巻は変化の波に飲まれ消えていきました。平安時代に誕生した源氏物語、世界最古の長編小説はその完成以来、上流階級から一般大衆まで多くの人々の文化レベルを磨き上げ、さらには日本の美術界、印刷メディアなど幅広い分野へ大きな影響をもたらしました。貴族たちの贅沢品から日本文化のシンボルへ、そして世界中の誰もが楽しめる物語へ、誕生から1000年を数える源氏物語は文学とメディアの進化の歴史を共に歩んできたのです。